はるチャンネルの片岡はるみです。こんにちは。今日は約2年前に帝王切開手術で出産しましたっていう動画を上げたんですけど、その後帝王切開手術後の経過やなぜ帝王切開をしたのか、私子供2人いるんですけど2人とも帝王切開なんですよ。で2人目もなぜ帝王切開を選んだのかなど今日は紹介していけたらなと思っています。それではレッツゴー。ちょっと今日もお茶をしながら語るというか皆さんとお話できたらなと思っています。で今日は岩手県の大船渡市にあります斉藤製菓さんでちょっと大福を買ってきまして、そちらを食べながらお話できればなと思います。斉藤製菓さんはすっごく有名で多分皆さんも知ってると思うんですけど、カモメの卵を販売しているところで、その他にもいっぱいお菓子もあって、パンあったりとかケーキあったりとか他にもいっぱいお菓子もあるんですけど、そこでこのちょっと大福を買ってきたので、これを食べながらちょっとお話ししていきたいなと思います。ちなみに生クリーム大福のごま、生クリーム大福粒あん、チーズ、トマト、パッションフルーツ。トマトってやっぱこっちが有名なのは多分砂糖になんかこうなんか玉が入ってる、甘い玉が入ってる。私これにしてみよう。じゃあ生クリーム大福トマトを食べながらちょっとお話しします。まずちょっと食べます。こんな感じでちょっと後ろに何か入っているのが見えてます。いただきます。美味しい。黒糖みたいな味がする。美味しい。体にしみる。この動画を見てくれている方はきっとこれから出産を控えている方、そして帝王切開手術受けた方、あとちょっと今もしかしたら帝王切開になるかもしれないって不安になっている方、そういった方が見てくれてるのかなって思います。今から約5年前に長男を出産したんですけれども、その時なぜ帝王切開だったのかっていうお話からさせてください。まず長男を妊娠してこうどんどんお腹で育っていくうちに逆子だったんですね。お腹の中の多分7ヶ月、お腹の中に7ヶ月ぐらい、なんて言うんだっけそれ、妊娠7ヶ月もう離れると全然ダメですね。妊娠7ヶ月ぐらいの時から逆子になったんです。でもその時はまだお腹の中に余白があるから、もしかしたら回るかもしれないから、今はそんなに気にしなくていいよって先生に言われてたんですね。その病院が無痛分娩がすごく有名なところだったので、無痛にしようか、でもちょっと自然分娩もしたいなっていう感じで、どっちにしようかな、迷ってた時で逆子が発覚して、でもきっと回るだろうと思ってたんですよ。でそっからちょっと逆子体操を教えてもらったりとかしてたんで、逆子体操したりとかしてたんですけど、なかなか回らなかったんですね。でどんどんそこから1ヶ月経ち、また1ヶ月経ちってなっても全然回らなくて、毎回検診に行くたびにいやまだ回ってないですねってなって、もうさすがにちょっと焦ってきたんです。さすがに出産の 1,2 ヶ月前は本当にこのままだったら逆子だったら帝王切開になるって言われてたんで、そこからお灸に通ったり毎日逆子体操するようになったんですよ。それで本当にでも結構お腹重いのに逆子体操するって結構大変で、その10分ぐらいだったかな、10分ぐらいこういうなんて言うんでしょう、手は床についてお尻だけ上げるみたいな、そういう体勢ですごいきつくて、でもうその10分がすごく苦痛だったんで、もうこう動画見ながらとかじゃないともう本当にできないぐらい大変で、
でお灸とかも通ってでも治らなくて病院行ってちょっとなんか外転戦術みたいな、そのお腹大きいまま外からこう手で回すやり方っていうのがあって、でもそれって結構リスクあるんですよ。こう上からお腹を押さえてこう回していくんでも先生はちょっと軽くやってみようかって、もしかしたら回るかもしれないからって言ってエコーでちゃんとしっかり頭の位置とか見ながらここに頭あるからこう押していくよって言ってちょっとずつやってくれたんですよ。でもう本当にもうちょっと動かすだけで大丈夫とかっていう風に聞いてくれて、本当にいい病院だったし本当にいい先生だったんですけど、でやってみても回らなかったんですよ。それで一応もう出産帝王切開だと出産の予定日より早く産まなきゃいけないんで、一応もう逆子だったから一応この日に帝王切開しようっていう日は決まっちゃったんですよ。それでそれまでの間本当に頑張ってお灸も頻繁に通ったりとか逆子体操したりとかしてたんですけど、で前日帝王切開予定日の前日までにその逆子が治ってないともう帝王切開確定ですみたいな感じで言われてて、前日に行ったんです病院に。そしたらやっぱり逆子だったんですよ。もうかれこれ4ヶ月ぐらいずっと長男お腹の中で逆子で心肺とかいろいろチェックして、元気に成長してて何の問題もないから、じゃあもう明日帝王切開ですってなって前日に準備したんですよ。検査だったりとか、ちょっとそのすっごいギリギリ例え水着着た時に見えないぐらいその切り口が見えない位置にしてくれたんで、その下のこの毛の処理とか、先生に説明受けたりとか明日からの入院の手続きについて説明受けたりとかして私帝王切開したんですよ。心の準備はできててもうずっと逆子だったんで回ってくれるっていう期待と、帝王切開になるっていう半々ぐらいの気持ちで心の準備ができたんでまだマシだったんですよ。やっぱり一番安全な方法で産むことが自分にとっても赤ちゃんにとってもいいことだし、一回その帝王切開の出産の動画を出す時にやっぱり主人と話し合って、主人はなんか出さない方がいいんじゃないかっていう風に言ってくれて、やっぱ賛否両論もあったりとかするから、でもこうやって多分見てくださってる方、不安を抱えてる方もいると思ったんで、その方たちの役に立てればなと思って、動画をアップして、そしたら結構見てくださる方ももう未だに結構毎日再生されているんですね。でそれを見ててじゃあやっぱり術後についても話したいなっていう気持ちが強くなって今回この動画を撮ってるんですけど、でもやっぱり出産方法って人それぞれいろいろあるとは思うんですけど、どれもやっぱ奇跡の出産だし尊いものだし、安心して受けてほしいなとは思います。2人目妊娠した時に私がその本当に信頼を寄せてる病院を選んで行ってたんで、その病院に相談したんですね。妊娠した時にどうしても帝王切開じゃないとダメなんですかって。でなんかV バックって言って帝王切開した人でも2人目自然分娩で産めるっていう方法もあるらしいんですよ。でも私が通ってる病院はそのリスクが 0% ではない、その切った場所が裂けちゃったりとかするらしいんですよ。 0% じゃないリスクを買う必要はあるんですかって先生に言われたんですよ。せっかくお腹に宿った命で危険性もあることを別に止めないし、この私の選択だからそれは任せるって。でもやっぱ危険があることに対してチャレンジするっていうことをもうちょっと考えた方がいいんじゃないかなっていうふうに言われて、で私は本当は自然分娩もちょっと
ね経験してみたいなとか思ったんですけど、そういう風に信頼している先生に言われた時にやっぱ考えて、まず私がしなきゃいけないことは、リスクを抑えて無事に産むことだなっていう風に思ったんで、2人目も帝王切開にしました。で先生に聞いたら、帝王切開で4人ぐらいは産めるって言われてて、そう何回ぐらい切れんのかなと思ったんですよ。2回目っていうこともあって、私の中でもう大体こう流れは分かっていたし不安もなかったんですけど、こう術後の傷跡みたいな、それはやっぱ絶対残るんですよ。で表面は横に切って中は縦に切ってるんですけど、巻くっていうか切るとこ2箇所あって、で本当にでも綺麗に縫ってくれて、で1人目の時半年間ぐらいずっとその術後つけておいた方がいいなんていうのパッドみたいのずっとつけてて、絆創膏の大きいやつみたいな。でもそれは傷に強かったり水に強かったり紫外線に強いやつなんですけど、紫外線も太陽とかも浴びちゃダメなんで、テープは日版のアトファインっていうやつを使ってて、半年間ぐらいで1週間に1回そのテープ買えるやつなんですけど、それもつけてたらすっごい綺麗に治って、でもやっぱ子供を抱っこしたりとかしなきゃいけないから、なんかそこの傷に当たっちゃったんですよ。1回思いっきりピンポイントで足が。でその時にちょっと血が出て、ちょっとケロイドになりそうかなみたいな感じにはなったんですけど、そこまでひどくはならずに過ごせて、傷の痛みとかも全然なかったし、傷の治りも早かったです。で雨の日でも出産直後やっぱジンジンして痛くて、そういうのはありましたね。あと抱っこして当たったりとかしても痛いし、で私は2人目も帝王切開で今2年半ぐらい経ってるんですよ、その帝王切開手術をしてから。でやっぱりもう本当に痛みとかもないし、2人目の時は麻酔も変わって結構回復が早くなる、体に負担の少ない麻酔に変わってて、だからやっぱ1人目より2人目の時の方がすっごい体の回復も早いし、傷の回復も早かったんですよ。なおかつケロイドにもならなかったし、そこの傷にピンポイントで思いっきり当たったこともなかったんで、今はもう綺麗に治ってて、でも2年半経ちますけど、やっぱりそこにピンポイントで何かが当たると、子供の足とかが当たるとちょっとなんかちょっと痛いかなみたいなところはあるんですけど、病院にはよると思うし、緊急じゃなかったっていうのもあるんですけど、緊急だったらね多分また切るところも違ったりとかするんで、いろいろ違うとは思うんですけど、傷ももうパンツとか下着からも見えなかったりとか水着からも見えなかったりとかして、帝王切開したけど何も問題もないし、それで育児もちゃんとできてるし、ちゃんと過ごせてる。でも一つ言えるとするならば、病院はやっぱり信頼できるところとかちゃんと調べて行った方がいいかもしれないですね。子育てをして5年目、そして2人子育てしてますけど、出産する時も初めてで不安だなとか、いろいろ私も調べたりとかして、こういう時どうなるかなとか思ったりしてたんですけど、やっぱりなんとかなるんですよ。育児もそうだけど大変ですけどなんとかなるし、本当に自分の時間とかなくなったりとか大変なことも多いんですけど、私はいつもみんなそうやって乗り越えてやってるんだなって皆さんに励まされながら育児してますそう辛いことがあっても今だけだなとか、本当にね月並みなことしか言えないんですけど、その時はいやでも辛いなとか思った時もいっぱいありました。やっぱり0歳の時は夜ね何回も起きなきゃいけなかったり、私は乳腺炎も繰り返したりとか、本当に辛かった時はあったんですけど、過ぎ去ればって感じなんですよ。本当に分かります。今そういう状態だと本当に辛いんですけど、だからそんな感じでみんなで乗り越えていきましょう。そして出産を控えている方はもう不安なことも多いと思うんですけど、なるべく
こう好きなことをしたり気分転換したりしながら、その時は考えないようにして、いざそう自分が出産しなきゃいけないっていう時に頑張りましょう。応援しています。てな感じで帝王切開手術後の今日はお話をしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではしたっけ。